皆さんこんにちは。レジン大好き恋闇です。今日は先日新発売したばかりのダイソーのシリコンモールドボールとカスミソウを使ってコロンとかわいいフラワーピアスを作ります。レジンに封入しやすいカスミソウ、封入しにくいカスミソウの見分け方も共有するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは100均でできるコロンとした球体のお花ピアスの作り方始まります。こちらが今回メインとなるカスミソウになります。こちらの青いカスミソウも白いカスミソウもセリアで購入したものになります。レジンに封入しやすいカスミソウと封入しにくいカスミソウがあるというお話をしましたが、そもそもレジンに封入できないカスミソウというものも存在します。どんなカスミソウをレジンに封入することができないのかというと、生のお花、つまりドライ加工のしていないカスミソウはレジンに封入することができません。もしドライ加工をしていないカスミソウをレジンの中に封入すると、レジンの中でカスミソウがカビたり腐ったりします。レジンに封入するときは必ずドライ加工のされたドライフラワーを封入しましょう。でね、封入しやすいカスミソウと封入しにくいカスミソウ、どうやって見分けるのかというと、こちらね、同じカスミソウなのですが、こちらはまだつぼみの状態のものになります。こちらはお花が開いたカスミソウになります。結論から申し上げると、このお花が開いているカスミソウはレジンに封入しにくいです。なぜレジンに封入しにくいのかというと、レジンに封入した時に花びらと花びらの間に気泡が発生しやすくなります。そのためつぼみの状態のカスミソウはそのままレジンに入れて大丈夫ですが、こちらのお花が開いているカスミソウは一手間加えてからレジンに封入しましょう。お花の開いたカスミソウ、どのように一手間加えればいいのかというと、朝食カップに透明のレジン液を入れます。このレジン液の中にお花をつけます。朝食スティックや爪楊枝などを使ってしっかりとお花をね、レジン液の中に沈めます。しっかりとお花をつけることができたら、シリコンマットの上に並べていきます。できる限り余分なレジン液を落とします。レジンライトで固めていきます。しっかりと固めることができたら、これでようやくレジンの中に封入することができます。次にダイソーのシリコンソフトモールドボールで球体を作っていきたいのですが、この球体、このねモールドの中でデザインを作ろうと思うとちょっとね難しいので、こちらの半球でデザインを作っていきます。こちらのシリコンモールドもダイソーで販売しているシリコンモールドになります。まず透明のレジン液を少量入れて全面にこのレジン液を伸ばし広げます。
レジンライトで固めていきます。固めることができたらもう一回ねレジン液を入れて、で先ほど作ったフラワーパーツを入れていきます。まずはつぼみの方から入れていきます。つぼみを入れることができたらレジン液を少量追加して、今度は花の開いたかすみ草を封入していきます。表面は盛り上がっても大丈夫ですが、このね丸のこの丸からかすみ草が飛び出ないようにだけ調整してレジンライトで固めていきます。固めることができました。ちょっとね2色だと寂しいかなと思ったので、こちらもねセリアさんの商品なのですが、この葉っぱを1枚2枚くらい封入しようかなと思います。セリアさんに行くといろんなね種類のドライフラワーが販売しています。レジン用はもちろんハーバリウム用のドライフラワーも販売していて、で私がねおすすめするのはハーバリウムとかレジン用のドライフラワーではなくて、インテリア用としてこうやってね束で売っているドライフラワーを購入するのをおすすめします。これもねインテリア用として販売していたドライフラワーなのですが、インテリア用として販売しているドライフラワーは3種類のドライフラワーが入っています。ハーバリウム用やレジン用としてね販売しているドライフラワーは量は多いのですが1種類しかないのでね、特に種類をねあんまり持っていないという方はこのね束になっているドライフラワーを購入するのおすすめです。レジンライトで固めていきます。固めることができたらいよいよこちらのボールのシリコンモールドに封入していきます。ボールのシリコンモールドはサイズが2種類あるのですが、このね大きい半球に合うのはこちらの大きい球体になります。大きい球体の方に透明のレジン液を半分くらいかな入れて、先ほどデザインした半球をモールドの中に押し込みます。レジン液の量が少なかったので追加してあげて、溢れたレジン液を軽くティッシュで拭ってあげてからヒートンを差し込んでレジンライトで固めます。
固めることができたらピアス金具をつけて完成になります。めちゃくちゃ可愛くできたこちらモールドから外した後に特にコーティングなどしていないのですが、うるんとツヤが出ています。今回は100均でできる球体お花ピアスの作り方をご紹介してきました。今回使った3種類のドライフラワー、それから球体と半球のシリコンモールドを使ってきました。100円ショップの材料で手軽にこんなに可愛いピアスを作ることができるので、よければあなたもチャレンジしてみてください。この下にね、何個か球体つなげても可愛いよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。